桜咲く、大日の元ぞ、日の元ぞ。これは、桜の開花を、そして日本を称える、シンプルながらも壮大な、小林一茶の俳句です。今年の桜も、名残惜しくも散り際を迎えてしまいましたが、皆様はどちらで桜をご覧になられましたか？今年は、満開のタイミングで、フランスのマクロン大統領が来日されましたが、その際、天皇皇后両陛下が、美しい桜色のリンクコーデの装いでお迎えになり、そのお姿が印象に残っている、という方も多いのではないでしょうか。本日は、日本人に古くから愛されている、桜色という伝統色と、その語源である桜の、奥深い世界について、歴史、文学、そして科学の視点から、たっぷりと深掘りしていきます。動画の最後には、桜色と相性の良い配色もご紹介いたしますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。皆様、こんにちは。シェイズオブ日本です。このチャンネルでは、日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しております。本日ご紹介するのは、日本人の心、桜の花の色である、桜色です。あまりにも日本人に馴染み深い桜ですが、その語源や歴史、背景などはあまり話題にはならなかったりします。今回は伝統色、桜色とともに、桜にまつわる壮大なクロニクルを、皆様と共有できたらと思います。桜色を通して、きっとあなたもまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。この色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。桜色、JISの慣用式名では、ごく薄い紫みの赤、他にも赤みのある淡い紅色などといった表現もあります。文字通り桜の色に由来する色であり、紅染めにおいて一番淡い色を指します。現代ではソメイヨシノが主流ですが、ソメイヨシノが生まれたのは江戸時代末期。それより昔の人々が見ていたのは野生種、山桜の類です。ほとんどの山桜は花と同時に赤みを帯びた葉が出現するため、それを遠くから見ると淡いピンク色に見え、この色が桜色と呼ばれました。また、桜貝、桜エビ、桜鯛、桜マスなど淡い紅色をした物体に対し、桜の名が当てられているものが多く存在します。まずは、桜という植物そのものについて見ていきましょう。桜は、バラ科、桜科、桜属、またはスモモ属に分類される落葉広葉樹です。北半球の温帯に広く自生していますが、観賞用の栽培品種がこれほどまでに発達したのは、世界でも日本だけだと言われています。桜は菊と並んで、日本の国花であり、100円玉をはじめ、紙幣の中にも桜のデザインが採用されています。また、古くから家紋や、神社やお寺などの社紋にも桜の紋は多く存在します。桜という名前の起源にはいくつかの興味深い説があります。その中から今回は主だった説を2つご紹介します。1つ目は、日本神話に登場するこの花咲夜姫様という女性の神様に由来するという説。この花咲夜姫様は富士山浅間神社のご祭神、富士山のご神体であり、富士山の頂から桜の種をまいたとされるこの美しい神様の名前の咲夜が転じて桜になったと言われています。2つ目は、日本で稲作が始まった弥生時代にまで遡る民間信仰に由来する説です。古い日本語で「さ」はさつきの「さ」、早苗の「さ」から来ており、稲田の神様を意味し、蔵はその神様がおとどまりになる場所を、よりしろである三倉を意味し、その蔵で桜となったと言われています。桜は春になって山から降りてきた農耕の神様が宿る神聖な木だと考えられ、桜の開花は田植えの準備の合図とも言われていたようです。当時の農民たちは桜の咲き具合を見て、その年の豊穣を占ったり、満開の桜の下でお供え物をして豊作を祈ったと言われ、これが現代のお花見の最も古いルーツの一つではないかとも言われています。桜は古くから
私たちの命をつなぐ農業と密接に結びついた神の御蔵でした。その昔、神の木として崇められていた桜ですが、奈良時代8世紀は貴族の間で花の鑑賞といえば桜ではなく梅が主流でした。中国から伝来したばかりの希少で高潔な香りのする梅は、中国文化に憧れる知識層のステータスであり、日本最古の歌集万葉集を見ても梅を読んだ歌が約110首ほどあるのに対し、桜の歌は40首ほどにとどまっています。奈良時代の花見は梅の花をめでながら歌を読む和歌の宴であり、これが後の花見の原型とも言われています。ちなみに現在の元号令和は万葉集の中の和歌の歌32首序文初春の礼月にして清く風和らぎに由来します。これは天平2年730年に太宰府の大友の旅人の邸宅で開催された和歌の宴での情景を描いたものです。平安時代に入り遣唐使が廃れ、日本独自の国風文化が花開くと状況は変わります。10世紀初期の古今和歌集では桜の歌が70首、梅の歌が18首と完全に立場が逆転し、桜の鑑賞が台頭していることが読み取れます。京都御所の正殿である智神殿の前庭には右近の立花、左近の桜といって天皇から見て右側に立花、左側に桜の木が植えられています。実物を見たことがなくとも3月のひな祭りのひな人形にも同様に右近の立花、左近の桜が飾られておりますので、そちらは見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。そんな左近の桜ですが、平安京遷都の当初、そこに植えられていたのは桜ではなく梅でした。桜へと変わった時期は諸説ありますが、古事談という説話集には9世紀半ば仁明天皇の時代に梅が枯れたので植え替えられたとの記載があり、これが桜に植え替えられたタイミングであったのではないかというのが最も有力な説のようです。宮中において花の宴、桜の花の宴が催された最初の記録は公認3年812年2月12日、第52代嵯峨天皇が神泉苑に行幸、花の宴を催し、文人たちに詩を作らせたりしました。日本後期には花の宴の節、これに始まると記載されています。この時代、桜色は服飾の美学、重ねの色目としても定着します。桜の重ねの描写で有名なものに、紫式部の源氏物語第8条、花の宴にて光源氏が着用していた衣装の描写があります。右大臣が催した藤の宴に出席した光源氏が桜の唐の木というのしを身にまとって登場します。唐の木とは高級な舶来物の絹織物のことです。桜とは桜の重ねを表し、表が白く透けるような透物で、裏に紅花で染めた濃い紅色を合わせた衣装です。裏地の紅が白い表地にほんのりと透け、見事な桜色を表現します。平安貴族たちは絹の重なりによる桜色を身にまとい、春の喜びを表現していました。ちなみに桜の名を冠する重ねには他にも様々な種類があり、樺桜、薄花桜、桜もえぎ、薄桜もえぎ、葉桜などが挙げられ、その種類の多さに当時から桜がいかに日本人の心に深く根ざしていたかが伺えるように思います。当時の人々がめでていた桜は現在主流のソメイヨシノではなく、山野に自生する山桜でした。山桜は白に近い淡い花びらとともに赤茶色を帯びた若葉が同時に芽吹きます。遠くから山を眺めると花と若葉が混ざり合い、山全体がも言われぬ淡いピンク色、すなわち桜色に染まって見えました。日本最古の桜の名所は奈良県吉野山の桜であり、3万本の山桜は一目1000本と称され、奈良時代から続く歴史的景勝地です。平安から鎌倉時代にかけて日本人は桜に物の哀れや仏教的な諸行無常を見出します。パッと咲き、風に吹かれてハラハラと散りゆくその姿に人生の儚さを重ね合わせました。平安時代末期の歌人西行法師は桜をこよなく愛し、生涯で残した和歌2090首のうち230首は桜にまつわる和歌だそうです。願わくは花の下にて春至南、その如月の望月の頃、満開の桜の下でお釈迦様が入滅したのと同じ2月15日の満月の頃に生涯を終えたいものだと読んだ晩年の彼の有名な一首です。西行はこの歌の願い通り文治6年1190年の
2月16日にこの世を去っています。後に能楽師の世阿弥は西行の詠んだ和歌を題材にして西行桜という能の演目を書き上げます。静かな隠遁生活の中、一人で桜をめでたいと思っている西行のいおりに都から花見客が大勢押し寄せてくることを嘆き、花見んと群れつつ人の来るのみぞあたら桜の戸賀にはありける桜の花を見ようと人々が大勢群れ集まってきてしまうことだけが一人で静かにいたいと思う自分にとって惜しむべき桜の罪であるよと読みます。その夜、西行がまどろんでいると夢の中に一人の老人が現れ、桜に罪などあるはずがない、煩わしいと思うのは人間の心の問題だと先ほどの和歌に異を唱え諭します。この老人は実は桜のせいであり、西行と語り合えたことを喜び、都の数々の桜の名所を紹介しながら舞を舞います。西行が夢から覚めると桜のせいの姿はなく、散った桜の花びらがただ一面に広がっているという内容です。鎌倉時代末期、吉田兼好は随筆「つれづれ草」の中で、身分のある人が桜を上品に鑑賞するのに対し、片田舎の人が酒を飲んで連歌をし大騒ぎをしながら花見をする様子を対照的に描いています。兼好自身は田舎者のこうしたわざとらしい風流ぶりや騒がしい祝宴に対して冷ややかな視線を向けていましたが、彼のこの記述から鎌倉時代末期から室町時代初期にかけて、すでに地方の人々の間でも宴会を伴う花見が広く行われていたことが伺えます。鎌倉室町時代を経て、桜はその散り際の潔さなどから次第に武士の精神と結びついていきます。よく耳にする花は桜木、人は武士という言葉は、室町時代の僧侶一休宗純が一番美しいと思うものについて列挙した中の一節です。ちなみにこの文の続きですが、柱はヒノキ、魚は鯛、小袖はもみじ、花は三好の前述しました吉野の桜のこととなります。また戦国時代から安土桃山時代にかけて、桜のお花見の様式はさらにダイナミックな変化を遂げます。お花見を語る上で絶対に欠かすことのできない出来事、それが天下人豊臣秀吉による桁違いのお花見です。秀吉はそれまでの静かに花をめでる風習を覆し、自らの権力の象徴として桜を大々的に演出しました。文禄3年1594年、秀吉は徳川家康や伊達政宗などの名将を含め約5000人もの人々を吉野山に従えて吉野の花見を開催します。何日間にもわたって茶会や能の会が開かれたこの壮大な催しは、後の江戸時代に花見の文化が大きく広がる直接のきっかけとなりました。さらにその4年後の慶長3年1598年、死を目前にした秀吉は京都の醍醐寺で生涯最後となる醍醐の花見を催します。秀吉はこの日のために自ら下見に通い、山腹に至るまで伽藍全体に700本もの桜を植樹させました。宴には北の政所や淀殿らをはじめ約1300人もの女性たちが招かれ、城内には趣向を凝らした8つの茶屋が設けられました。驚くべきことに、招かれた女性たちには宴の途中で2回の衣装替えが命じられ、1人につき3着ずつの着物が新調されました。その衣装代だけで現代の価値にしておよそ39億円にも上ったと伝えられています。絢爛豪華な着物をまとった女性たちと山を覆い尽くす満開の桜。桜は天下人の絶頂期を彩る最も壮大で華やかな舞台装置として日本の歴史に強烈な記憶を刻み込みました。一人静かに花をめでることを説いた吉田兼好が後世の秀吉によるこの壮大な花の宴を目にしていたら、果たしてどのような言葉を残したでしょうか。気になるところであります。貴族や武士のものであった花見が庶民の娯楽として爆発的に広まったのは江戸時代です。8代将軍徳川吉宗は浅草の隅田川堤や須賀山に数千本の桜を植え、庶民の花見を奨励しました。隅田川堤は初めは4代将軍家綱が常陸の国桜川から桜を移植したと言われ、その後吉宗以降で本格的な植樹が行われたようです。実はこれには治水対策という実用的な江戸の知恵が隠されており、大雨のたびに氾濫していた隅田川の堤防に桜を植えることで、大勢の花見客が堤防を歩き回ることで地面が踏み固められ堤防が頑丈になるという一石二鳥の策でした。
吉宗の鷹狩りの休憩所であった飛鳥山、他にも御殿山や小金井堤なども吉宗の命により桜が植樹されたことで有名な場所です。そして江戸時代末期、日本の風景を変える画期的な桜が誕生します。江戸の染井村、現在の駒込辺りで大島桜と江戸彼岸の交配によるソメイヨシノが発見、育成され、染井村の植木職人たちによって売り出され、全国に広まっていきました。ソメイヨシノは葉が出る前に大輪の単光色の花を枝いっぱいに咲かせ、圧倒的な華やかさを誇ります。しかも接ぎ木で増やすクローンであるため、同じ気象条件の下では一斉に咲き一斉に散るという特質を持っています。この劇的な姿が日本人の美意識に刺さり、明治時代以降全国に爆発的に植樹されていきました。現在の日本における桜の約7割がこのソメイヨシノだと言われています。私たちが桜前線のニュースで一喜一憂できるのもこのクローン技術のおかげと言えます。さて、ここで桜色そのものに目を向けてみましょう。布を桜色に染めるには紅花やスオウを使って淡いピンクを表現する方法が一般的です。布を濃い紅に染めるには高価な紅花が大量に必要であり、このような贅沢な染め物は庶民には許されませんでした。そこで少量の紅花で安価に染められる桜色は人気の色でありました。紅花の希少さや庶民の紅花使用の制限などについてのお話は過去動画一本染めにて詳しく解説していますので、そちらも合わせてご覧いただけますとより理解を深めることができると思いますのでおすすめします。そしてもう一つの染色方法、桜の木そのものから色をもらう桜染めという神秘的な手法があります。この染色方法については日本の中学の国語の教科書に採用されている大岡誠の有名なエッセイ言葉の力の中に描かれているので多くの方がご存知かもしれません。詩人の大岡誠はこのエッセイの中で京都の染色家志村福美さんが手掛けた桜染めの着物について綴っています。彼は淡いようでいて燃えるような強さを秘めたなんとも美しい桜色に染まった糸で織った着物を志村さんから見せてもらい、染色液の材料について花びらを煮詰めたのかと問うと志村さんはこう答えます。いいえ、桜の皮から取り出した色です。しかも花が咲く直前の頃、あの黒っぽくゴツゴツした桜の皮からしかこの色は取れませんとのことを聞き、彼は大きな衝撃を受けます。春先間もなく花を咲かせようとしている桜の木は花びらだけでなく幹も樹皮も目に見えない樹液さえも木全体で懸命に最上のピンク色になろうとしているのであり、私たちが目にする桜の花びらは木全体が全身で作り出したピンク色がほんの先端に姿を現したものに過ぎなかったのだと彼は悟ります。ということで桜の開花直前の桜の木の皮や枝を煮詰め染液を作り染める方法が桜染めです。桜色とは命が芽吹く春に向けて植物が全身全霊で作り出した結晶の色であり、桜色が私たちの心をこれほどまでに揺さぶるのはそこに込められた圧倒的な生命力を私たちは無意識のうちに感じ取っているからかもしれません。桜の圧倒的な美しさは時に人々に皮膚の念を抱かせ、ある種の狂気までも感じさせるものがあったようです。クローンとして一斉に咲き一斉に散るソメイヨシノの大群は明治以前にはなかった光景であり、その一律な美幻想的な景色に人は圧倒され、そこに宿るある種の狂気のようなものを近代の文豪たちは作品を通して表現してきました。昭和の文豪梶井基次郎の「桜の木の下には」という短編は桜の木の下には死体が埋まっているという書き出しで始まります。桜があれほど見事に咲き誇るのは土の下の死者の養分を吸い上げているからだという美と死を直結させた誠実な文学的表現です。また坂口安吾の代表作「桜の森の満開の下」では桜帯の象徴ではなく恐怖の対象として描き出しています。花の下は果てがないからという漠然とした不安に駆られ、満開の桜の下では恐ろしくなって気が変になるという山賊が物語の主人公です。幻想文学や怪奇小説などに分類され、作中では人間の生首が朽ちてゆく場面の描写などなかなかに凄惨な表現の多い作品ですが、これらは坂口安吾が戦時中の東京で見た恐ろしい景色の記憶が投影されているようです。坂口安吾は太平洋戦争の中でのアメリカ軍による東京大空襲の様子とその時に咲いていた桜の花について記した桜の花盛り
というエッセイを残しています。彼はその中で、戦争の最中にも桜の花は咲き、それは当たり前のことだが、とても異様な気がしたことが忘れられない、と語ります。アメリカ軍による無差別の焼夷弾攻撃、いわゆる東京大空襲は、3月10日、折しも桜の開花を目前に控えた時期に始まりました。死者約10万人という火葬場の火葬能力をはるかに超えたあまりにも膨大な数の遺体は桜の名所である上野の山や墨高藩、陸義園などの広い場所に集められ、仮埋葬や火葬などが行われたといいます。エッセイの中で彼は遺体を集めて焼いた上野の山にしばらくして桜の花が咲くが、そこには非毛線も茶店もないし、人通りもない、花見客が一人もいない満開の桜の森というものは情緒などなく、人間の気と絶縁した冷たさがみなぎり、にわかに逃げ出したくなるような静寂が張り詰めていたといったことを語ります。仮装しきれない大量の遺体の朽ちゆく様子、そして彼が心に染みついたと述べるこの桜の光景が彼の代表作である桜の森の満開の下、そして白地の中に描かれていると言われています。昭和初期、数々の桜の名所にそのような側面があったということを本作の調査を通じ、私も初めて知ることとなりました。作家中島ラモの小説「長老伝カポエラをする人」の中にこんな一節があります。よく桜の満開の下に長くいると気が狂うというではないか。あれは決して言えないことではないぞ。桜の花の花粉にはエフェドリンが含まれとる。中略、桜の下にいると異常に高揚するのはそのせいだ。多くの読者がこれを文学的レトリックではなく科学的事実として信じ込み、真実かのように広まってしまいましたが、これは完全なデマであり、桜の花粉からエフェドリンが検出されることはないという事実をまずはお伝えしておきます。では、桜に人を癒す科学的根拠が何もないのかといえば、決してそのようなことはありません。桜の葉にはクマリンという芳香成分が含まれています。桜餅のあの独特の甘い香りの元であり、これにはリラックス効果や抗菌、鎮静作用、さらには血圧低下作用があることが証明されています。また、桜の木が発するピトンチッドを吸い込むことで脳の興奮が抑えられ、精神を安定させる効果も期待できます。強力な殺菌作用を持つこの物質を分泌することで、桜の木はカビや病原菌から自らを守っているのです。さらに、桜色という淡いピンク色そのものにも交感神経の緊張を和らげ、ストレスホルモンの分泌を抑え、優しい気持ちを引き出す心理的効果があります。現代のテクノロジーはこの桜色の効果を生活空間に取り入れました。これはもう販売終了してしまったようですが、以前大手家電メーカーのシャープは LED 照明に桜色の光を搭載したシーリングライトを開発し販売していました。この光の下で過ごすと心が癒されて、安眠をサポートするだけでなく、長時間のデスクワークでも集中力が持続し、意欲が保たれるという実証結果が出ています。かつて人々が桜の木の下で見出した安らぎを、現代の私たちは光の技術を通じ寝室や書斎へと再現しているのです。また現代では桜は地球を飛び出し宇宙空間にまで到達しました。2008年、若田光一宇宙飛行士とともに日本各地の由緒ある桜の種が国際宇宙ステーション ISS へと運ばれました。地球に帰還後発芽したこれらの桜は空桜と呼ばれています。現在この空桜は東日本大震災の被災地などに植樹される希望の桜計画として全国に広がっています。長寿で巨木へと育つ山桜や江戸彼岸などの空桜を津波の到達点に植えることで1000年先の子孫へと避難の目印を語り継ぎ、復興への揺るぎない希望の象徴としています。ここでは桜色を引き立てる2つの配色をご紹介します。なお、動画内のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。1つ目は薄浅木との配色です。淡い桜色に対し互いの色を引き立て合う双方的な美しさを持つ組み合わせがこの薄浅木です。この2色は共にわずかな黄身を含んでいるため、異なる色相ながらも安定感が生まれています。春の光に透ける花びらとその背景に広がる穏やかな春の空のようなイメージの配色です。これら2色の調和を生かしたグラフィックやファッションのイメージを AI に作成してもらいました。その世界観をどうぞご覧ください。
2つ目はミル色、黒飛びとの配色です。日本人の感性に深く根ざした食品、桜餅の色彩構成です。桜色とミル色という赤系と緑系の補色対比を彩度を落とすことで調和させ、さらに黒飛びという締め色で視認性を安定させています。明度と色相のバランスを整えたこれら3色は自然界の調和を保ちながら現代的な装いにも洗練された奥行きを与えてくれます。この3色を用いたグラフィックとファッションのイメージを引き続き AI に作成してもらいました。どうぞご覧ください。いかがでしたでしょうか。桜色、そしてその語源である桜、他の神を祀る祈りの座から貴族の雅な衣装へ、武士の生き様や江戸の知恵、そして文豪が詩苑に見出した狂気。桜は染色家が命の結晶として染め出し、現代では科学や宇宙の希望をも紡ぐ存在となりました。桜の木が春の訪れとともに全身の樹液をピンクに染め上げ、花を咲かせるように、桜色という色には私たち日本人が何千年という途方もない時間をかけて紡いできた喜び、悲しみ、恐れ、祈り、そして美意識の全てが詰め込まれています。桜が散り新緑へと移り変わる今、この桜色に込められた数千年のクロニクルを改めて心に留めてみてください。次の春、あなたが再びこの色に出会う時、その色はこれまでよりもずっと深く鮮やかにあなたの心を揺さぶるはずです。このチャンネルではこれからも様々な日本の伝統色を深く掘り下げご紹介してまいります。もし本日の内容をお楽しみいただけましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると励みになります。また次回の動画がアップされたことがすぐにわかりますように通知のベルマークをオンにしてお待ちいただけますと幸いです。取り上げてほしい伝統色や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ファッションやデザイン、そしてデジタルでの発信など、皆様が日々の暮らしの中で色を選び表現する際に、この動画がその思いを届けるためのほんのわずかな一助となれましたら、この上ない幸せです。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。